はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは日本一のコリアンタウンとして有名な新大久保です。山手線で新宿の隣の駅で歌舞伎町まで徒歩で行けるっていうか、もう歌舞伎町の裏に位置しているような街です。街って言ってもそんなにデカデカとした街を形成しているわけではなくて、メインとなるのはこの駅前を東西に通っている大久保通り。この通りを中心に歩きながら、新大久保の街並みや住みやすさについて見ていきたいと思います。新大久保は山手線を挟んで東側と西側に分かれていますけれども、東側が韓国のショップとか飲食店が集まっているコリアンタウンとなっていて、西側は中華系やイスラム系やネパールとか多国籍な店が連なっているエリアになります。まずは皆さんが新大久保といえば想像するコリアンタウンの東側を歩いてみたいと思います。もう駅から街出た瞬間から韓国全開なんですよね。僕はそこまで韓流に詳しくないんですけど、なんかジャニーズショップの韓国版でしょうかね。BTS っていうアイドルグループですよね。なんか違ってたらごめんなさいなんですけど。で、通りに並んでる飲食店もほぼ韓国ですね。タッカルビとかトッポギ、サムギョプサル、チヂミとか本格的な韓国料理のお店が勢ぞろいしていて、あとあちこちに出てる屋台では韓国のおやつですかね、ホットクっていう食べ物などが売られていて、食べ歩きも楽しめます。もうまるで韓国に旅行に来たんじゃないかって軽く錯覚しそうな感じですよね。ただ飲食店の看板が日本語なので、むしろ本場韓国より新大久保の方が韓国文化を楽しめそうな気配すらあります。僕は大学時代に1回韓国旅行に行ったことあるんですけど、あの時はハングルが全く読めなくて街をあんま楽しめなかった記憶があるんですよね。で、そもそもなんで新大久保がこんなにコリアンタウンと化したのかっていう話なんですけど、ちょっと歴史をたどると、戦後にロッテの創業工場がここにできたっていうのが始まりらしくて、ロッテっていうのはガムとかアイスとかお菓子でおなじみのロッテですね。で、ロッテは在日韓国人の方が創業した企業ですけれども、その創業時に工場を開いたのがここ新大久保でした。それでロッテの工場へ働かせてくれって期待した在日韓国人たちが集まってきたっていうのが、最初らしいですね。で、その後に本格的に韓流ブームが来たのが2003年頃、ヨン様でおなじみのドラマ冬のそなたが中高年を中心に大ヒットしました。そのブームに乗って一気に新大久保のコリアンタウン化が進みました。冬ソナブームは数年で落ち着きましたけれども、その後も2010年頃には今度はカラとか少女時代っていった K-POP が流行りだして再び韓流ブームが来て、でその後も2016年頃からは韓国コスメとか韓国グルメが話題になったり、今では BTS みたいな韓流部グループがブームになったり、もう最近だとイテウォンクラスとか愛の不時着、イカゲームっていった韓国ドラマが大ヒットしたり、こうなんだかんだで韓流ブームっていうのは絶えずに盛り上がり続けてるんですよね。なので新大久保も絶えずコリアンタウンとして活気強く育ってきているわけですね。で、こうして見ると韓国グルメのお店がやっぱ一番多いんですけれども、韓国コスメのお店も結構多いのが分かりますね。なんか整形するために韓国行く女性も多いって聞きますし、美容においても日本より韓国の方が発展してるんですかね。こちらのチョンガーネっていうお店は新大久保で最大級の韓流ショッピングマーケットですね。入り口にはカラフルでポップなコスメが並んでいて、奥には韓国食品売り場があります。日本でも人気の辛ラーメンとかめっちゃ前面に並んでますね。あとはキムチとか韓国海苔とか定番の食材も豊富でした。あとマッコリとかお酒もここで調達できますね。で、その少し先にはソウル市場っていう24時までやってるスーパーもあります。韓国の食材が現地並みの激安価格で売られていて、なんか韓国版の業務スーパーみたいな感じですかね。やっぱり新大久保に住む人っていうのは韓国文化が好きな人とか、韓国に馴染みのある人が多いと思うので、韓国の食材が調達できるスーパーっていうのは存在大きいですよね。お客さんも店員さんも韓国人、外国人の方が多いです。で、店内には作りたてが食べられる屋台なんかも並んでますね。で、この大久保通りは飲食店が多いのはもちろんですけれども、屋台っていうか露店形式で食べ物を売ってるお店が多いので、街全体的に食べ物臭が結構すごいです。食べ歩きしてる人も多いんで。
で、観光で歩くならそういう空気も全然楽しいんですけど、住むとなるとちょっと匂いや、あと衛生的なところが気になりそうだなって個人的に思いましたね。飲食店がこれだけ多いと多分朝方はゴミだらけになりますし、でそのゴミにカラスがたかって食い荒らして異臭が漂ったりで、ネズミとか、G も多そうですしね。で少し歩くと日本人にもおなじみの肉のハナマサがありますね。新大久保は日本人向けのスーパーはここと、あと業務スーパーとミニピアゴくらいしかなくて、西友とかライフみたいな大型スーパーがないのがちょっとデメリットですかね。そして向かいにはつい先月にオープンしたばかりの新しい名所、韓国横丁があります。この横丁にはチヂミとかホルモン焼き、豚足など合計10軒の韓国グルメの専門店が入っていて、2階にはカラオケ、スナック、バーなどが入ります。なんか屋台グルメっぽい雰囲気で、がっつり食べるっていうよりはつまみと酒で過ごすのも良さそうなところですね。ちょうどこの時昼時だったんで、入り口一番手前にあったチュンヒョンジャンっていう、チヂミ系がメインのお店でご飯食べました。メニューとお値段はこんな感じですね。安くもなく高くもなく。で頼んだのはプルコギキンパと海鮮のチヂミですね。キンパは結構具がぎっしり入っていて、予想以上にお腹いっぱいになりました。でチヂミは特製のちょい辛めなタレが非常に美味しかったですね。これチヂミだけでも結構思ったよりボリューミーでした。そしたら今度は大久保通りの中ほどら辺の路地にある通称イケメン通りっていう人気スポットを歩きます。ここは韓国カフェやコスメ、 K-POP グッズなどが集まった韓国版の竹下通りみたいな雰囲気の場所なんですけれども、なんでイケメン通りっていうの名前なのかは謎です。あくまで通称で、入り口に看板とか名称が書かれているわけじゃないんで、場所がちょっと分かりにくいですね。ですけれどもGoogle マップ見ればイケメン通りって書かれているので探しやすいかと思います。でここはソウルの繁華街であるミョンドンの流行が反映されているそうですけれども、確かにより原宿感が強めというか、歩いている人も若い女性が多くなってくる印象ですね。で並んでるお店には芸能人が来ましたとか、テレビで特集されましたみたいなアピールがところどころのお店で見られます。で僕は正直そこまで韓国文化に興味があるわけではないんですけれども、韓国のドラマとか映画は好きな作品が割とあって、巷で話題になっているような作品は見るようにしています。最近だとネットフリックスのイカゲームとか愛の不時着、イテウォンクラスなんか見ましたね。特に個人的にはイテウォンクラスが一番面白かったですね。ヒロインのキムダミにめっちゃ好きになりました。去年知人と数人で飲んだ時にイテウォンクラスの話題で盛り上がったんですけど、スワハカイソハカで戦争になりかけましたからね。あと少し前になりますけれども、アカデミー賞を取った映画のパラサイトも、かなり好きでしたし、映画やドラマに関しては圧倒的に日本より韓国の方がレベルが高いと思ってます。これは映画に限らず IT 産業とかでもよく言われている日本の悪いところなんですけども、日本って韓国に比べるとそれなりに人口も多い経済大国なんで、国内マーケットである程度ヒットさせればそれだけで1億円ちゃうっていう、言ってみればぬるま湯なんですよね。なのであんま予算かけずに大当たりもしなければ大外れもしない安牌な原作ものをやって、身内向けにノーマルヒットを打てれば十分商売成り立つよねっていう。でもそれに比べて韓国って日本より国内のマーケットが全然小さいので、世界で売れないとビジネスとしてやっていけないっていう危機感っていうか、国内ヒットじゃなくて世界でホームランを狙わないとダメなんだっていう意識レベルの高さがまずあって、だからこそそれだけ予算もかけるし、金と情熱で若い才能も集めてオリジナルの作品作るしっていう、もうなんていうか根本的な業界構造の違いがあるんですよね。ちなみに日本でよく映像化されている東野圭吾とか宮部みゆきみたいな人気作家の作品って結構韓国でもリメイクされたりしてるんですけど、同じ作品の実写化でも韓国版の方がはるかにレベル高いです。例えば東野圭吾原作の容疑者 X の献身っていう映画も、韓国では容疑者 X 天才数学者のアリバイっていう作品でリメイクされてるんですけど、韓国版の方が1000倍くらい面白いです。興味ある人はぜひ見てみてください。はい、という感じで韓国ネタはこの辺にして、一度駅に戻って今度は逆サイドの西側方面を歩いてみたいと思います。西側はだいぶ韓国味はなくなって、日本人おなじみのチェーン店も多く連なってくるようになります。
マックとかルノアールとか弥生県とかカラオケとかゲーセンもありますし、松清やマイバスケット、業務スーパーとかドン・キホーテっていったおなじみの食料品とか日用品店もあって、なんかこうどこかホッとする、安心する感じがしますね。まあといってもところどころにはアジアンエスニック系のお店も多くて、ネパールとかミャンマーとかイスラムみたいな幅広く多国籍のお店が集まっています。まあ東も西も相変わらず外国人率が高いのには変わりありませんね。新大久保は住民も3割4割ぐらいが外国人らしくて、日本一外国人居住者数の比率が高い町とも言われています。これだけ外国人が多いとやっぱり心配なのが治安ですよね。もう皆さんお察しの通り、新大久保は治安良くないです。やっぱり外国人が多いと言葉とか文化の違いからトラブルになりやすいっていうのもありますし、そもそも歌舞伎町にかなり近いので、酔っ払いとか喧嘩してる人とか道で寝てる人とか普通にいたりします。その辺はお察しですね。そして歩いてるとハラルショップっていうんですかね、ムスリム、イスラム系のお店も多いですね。この路地入ったところの一帯のエリアはイスラム横丁とか言われていて、イスラム系のお店が集まっています。もう本当にアジアのどっかの国の路地みたいな雰囲気になりますね。そして西側に5分も歩くと JR 総武線の大久保駅にたどり着きます。なので新大久保周辺に住めば大久保駅も使えるので便利ですね。ここで新大久保のアクセス情報を見ておくとこんな感じです。山手線のみが走っている駅なんで、山手線の主要駅はもちろん1本で行きます。新宿まで1駅で、むしろ徒歩圏内っていう立地なんで、アクセスで困ることはそうないですよね。で、大久保駅もカウントすれば総武線も使えるので、中野とか高円寺、吉祥寺っていった中央線沿いの人気町にもアクセスできます。そして新大久保から大久保あたりで住宅地となるのは、大久保通りから北の路地に入った百人町っていう地名のあたりとかですね。歩いてみると結構狭い路地にアパートとか一軒家とかが集積しているエリアが広がっています。パッと見てやっぱり築年数がちょっと古そうな物件が多そうですね。で、新大久保の家賃相場を見てみるとこんな感じです。ワンルーム 1K とかシングル物件であれば1桁万円でも全然住めそうな、新宿区内の駅では最安レベルの水準となっています。ただ先ほど言った通り、この家賃の安さっていうのは外国人の多さおよび治安面の不安、あとは古い物件が多いとかっていうデメリットが考慮されたものですね。こうした住宅エリアの路地も狭くて夜は結構真っ暗になりそうなんで、女性が一人で夜道を歩くのはかなり怖いだろうなって正直思います。なので女性の一人暮らしには個人的にはあんまりおすすめしないですかね。そして駅から歩いて5分くらいですかね、住宅エリアを抜けてさらに北へ進んだところに富山公園っていうちょっと大きめな都立公園があります。ここは以前に紹介した高田馬場でも、見せたところなんですけれども、ちょうど新大久保と高田馬場の中間地点に位置しています。ゴミゴミした新大久保の中でちょっと一息できる緑スポットというか貴重な公園ですね。園内というか、隣接して立っているのは早稲田大学の理工学部のキャンパスですね。そしてその近くには新宿スポーツセンターっていう大型の運動施設もあります。この公園を挟んで向こう側へ5分10分くらい歩くと高田馬場駅へたどり着きます。高田馬場はまた新大久保とは全く別の空気を持つ学生街ですね。新宿近くに住みたい人であれば高田馬場も候補に入ってくると思うので、もし興味あれば高田馬場の動画もご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。はい、という感じで新大久保の街並みを見てみました。個人的な印象はほぼ韓国で埋め尽くされましたね。日本っていうかもうほぼほぼ韓国に小旅行に来たような感じです。あるいは中国でありイスラムでありネパールであり、とりあえず日本以外のどこかっていう感じでしたね。個人的には完全に住む街より遊びに来る街っていう感じです。韓国をはじめとする海外文化が好きな人とか何らかのつながりがある人が住む街っていう感じですかね。新大久保は新宿に近いっていう魅力は確かにありますけど、そのメリットだけを取るのであれば過去に紹介した高田馬場とか中野とか笹塚っていった新宿まで数分っていう立地で人気駅があるので、そちらも参考にしてみるといいかと思います。それぞれ概要欄に貼っておきます。
という感じで今回は終わりたいと思います。もし動画をご覧の方で新大久保に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地などコメントで教えてくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではでは。